ようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報をお伝えします。昨日お伝えしましたが、今限定動画をお届けしています。この限定動画は本日まで公開しています。ちょっと見ようかなと思われる方は概要欄にそれ専用の LINE のリンクを掲載していますので、そちらより登録してください。登録後に動画をお届けします。こちらの動画は今日まで公開しております。明日以降は見れないので、見ようかなと思われている方は今日中にご覧ください。では今日の内容に入っていきます。今回の動画ではテスラの販売台数が落ち込んでいる理由や欧州でのモデル Y の異変、さらには FSD に対する意外な反応、そしてテスラのセマイがいよいよ欧州に進出するという話まで4つのテーマに分けてお届けしていきたいと思います。それでは最初のニュースから見ていきましょう。まずはアメリカの電気自動車市場に関するニュースです。実は2025年4月、アメリカでの EV 販売台数が14ヶ月ぶりに前年比マイナスに転じたことが報じられました。EV 市場全体の登録台数は前年同月比で約 4.4% の減少。この数字は EV が右肩上がりで成長していた流れに初めてブレーキがかかったことを意味しています。特に注目すべきはテスラの動きです。テスラは2025年4月に約4万台未満の登録台数となり、前年同月比で約 16% の減少となっています。では、なぜ EV 市場が落ち込んでいるのでしょうか？記事によると、いくつかの要因が重なっているようです。まず、連邦や州レベルの補助金制度が縮小傾向にあること。これにより、購入時の価格メリットが薄れています。次に、充電インフラの不足や不安定さ、日常的な使用を考えると、まだまだハードルが高いと感じる人が多いということになります。そしてもう一つ、政治的な要因も影響しています。特にトランプ大統領が再び EV 政策に批判的な姿勢を示していて、それが消費者の心理に影響しているとも考えられています。つまり、テスラだけではなく EV 市場全体に冷え込みの兆候が見え始めているというのが今回のアメリカ市場の現状です。この流れが今後どのように変化するのか、次の決算や政策の動きに注目が集まりつつあります。続いてはヨーロッパのテスラ市場に関する話題です。テスラのモデル Y はこれまでヨーロッパでも非常に高い人気を誇っていました。実際、2025年1月から4月までの累計登録台数では35,192台で BEV 市場のトップに立っています。しかし、その一方で、2025年4月のデータを見ると驚くべき変化が起きています。モデル Y の登録台数は4,805台にとどまり、なんと前年同月比で約 49.9% の減少、月間ランキングでは9位まで順位を落としました。さらにヨーロッパでのテスラの BEV 市場シェアも前年4月の 6.6% から 2.6% へと大きく下がっています。ではなぜここまで落ち込んだのでしょうか？記事では明確な理由は示されていませんが、複数の要因が推測されます。例えば、モデル Y のモデルチェンジがありましたが、そのタイミングだったり価格設定の影響、また競合ブランドの構成も無視できません。特に注目すべきなのが、中国の BYD がヨーロッパ市場で初めて月間販売でテスラを上回ったという点です。これによりテスラの一強時代に変化の兆しが見え始めています。さらにイーロン・マスクさんの一部の政治的発言が欧州市場でのブランドイメージに影響を与える可能性もあると指摘されています。このようにモデル Y は依然として累計では人気車種である一方、直近の販売動向を見ると今後の展開には慎重な見極めが必要です。次にご紹介するのはテスラの FSD、つまり完全自動運転機能に関するニュースです。実はスウェーデンのストックホルム市でテスラが FSD の行動テストを申請したものの正式に拒否されたという出来事がありました。ただし、このニュースが注目されている理由は拒否されたことではなく、その理由が非常にユニークだったからなんです。通常こうした自動運転のテスト申請が拒否される場合には、安全性だったり法規制の問題っていうのが背景にあると考えられがちです。しかし今回は違いました。記事によると、ストックホルム交通局が拒否した理由は、
行政のキャパシティ不足です。具体的には、すでに多くのイノベーション案件を抱えていて、新たに FST のような大規模実証テストに対応するリソースが足りないというものです。この決定は安全面での不安が原因ではなかったため、ある意味ではテスラにとってポジティブにも受け止められます。しかし同時に欧州市場での FST 展開がスムーズに進まない現実も浮き彫りになりました。スウェーデンは比較的テクノロジーに前向きな国として知られていますが、それでもこうした行政上の制約があるという点は、欧州展開全体において一つのハードルと言えるでしょう。今後 FST が欧州各国でどのように受け入れられていくのか、その第一歩となるストックホルムの判断っていうのは非常に示唆に富んでいるんじゃないかなと思います。では最後に紹介するのは、テスラの大型電動トラックテスラセマイがいよいよヨーロッパ市場への進出準備を始めたというニュースです。このセマイは2017年に発表されて以来、度重なる延期を経て、ようやく本格的な量産と販売が見えてきました。記事によると、テスラは2025年末からアメリカのネバダ州で量産体制に入り、最終的には年間5万台の生産を目指しているとしています。さらに今回注目すべきなのは、欧州市場に向けた販売準備が進んでいるという点です。新たにイミヤ担当テスラ狭いビジネス開発責任者としてユスフ・スケルモさんが就任したことが明らかになりました。この人物はこれまでドイツでボルボのトラックスやイーブメーカーといった商用 EV メーカーで営業経験を積んでいて、欧州の EV トラック市場に精通しています。一方でテスラのセマイが実際にヨーロッパで販売されるのは2026年の後半以降になる見通しです。その理由はヨーロッパでの販売には型式認証と呼ばれる公的な手続きが必要なためで、これには時間がかかるとされています。また記事ではベルリンのギガファクトリーでの生産が検討されている可能性も示唆されています。これはモデル Y の販売減少によって稼働率が落ちている工場の有効活用にもつながる可能性があります。ただし、ヨーロッパの電動トラック市場にはすでにボルボ、メルセデスといった強力な競合が存在しています。ボルボに至ってはすでに欧州で電動トラックを3000台以上展開済みとされており、後発となるテスラにとってはレンジ性能だったり価格設定などで差別化が求められます。とはいえ、テスラのセマイの長距離高速性能やギガファクトリーによる生産効率の高さを武器に、欧州市場でどのように戦っていくのか、非常に注目が集まっています。はい。では、ここまでアメリカ、ヨーロッパ、スウェーデンという3つの地域で起きているテスラに関する最新の動きをお伝えしました。販売台数の減少、競争の激化、行政との関係、そして新たな市場への挑戦、これらの出来事は一見バラバラに見えて、実は全てがテスラの現在地を示しているように感じます。まず、アメリカでは14ヶ月ぶりに EV 市場が前年割れとなり、テスラも大きく販売を落としました。ヨーロッパではモデル Y が依然として人気である一方、直近の販売は急落し、競合に押される形になっています。そして FST の展開には見えない壁があり、未来を象徴するはずの技術も現実的な課題が突きつけられています。一方でテスラのセマイのように新たな市場へ攻め込む動きも着実に進んでいて、これからの展開次第ではテスラが再び勢いを取り戻す可能性も十分にあると思います。投資家として見る場合には、今は期待だけではなく数字と現実、これをしっかりと見極めるフェーズに入ったと言えるでしょう。テスラオーナーとして見るなら FST や充電インフラの進化、車両のアップデート情報に注目しながら長期的な視点で付き合っていくことが重要になってきます。皆さんは今回のニュースどう感じられましたか？コメント欄でぜひ意見を聞かせてもらえればと思います。では最後に今日のテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は現在大きく下げておりまして、現在318ドルとなっております。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。
今日の冒頭にお伝えしましたが、限定動画を作りました。概要欄にそれ専用の LINE を用意しています。そちらに登録してもらうとご覧いただけます。今日まで公開していますので、ぜひご覧になられてみてください。また今後、今回のような限定動画っていうのをね、時々作っていこうかなと思っています。作った際にはこの新しく作った LINE の方でお届けしますので、よかったら登録の方もよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴していただきありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。